こんにちは、川根ゆあです。今日は、ちょっとだけ背伸びした因数分解の問題を持ってきました。中学でよく見る因数分解の式より、少しだけ複雑そうだけど、どこから手をつけようか、一緒に考えてみよっか。問題、次の式を因数分解しなさい。まずは、この式全体にそのまま使えそうな公式がないか、眺めてみます。でも、全体に一気に使えるものはなさそうです。左から見ていくと、最初の2項は3乗の和の公式そのままの形になっているね。だからここにはこの公式が使えます。一方残りの2項はどちらにも xy が入っているから共通因数としてくくり出せそうです。なので前半の2項と後半の2項で2つの塊に分けて実際に因数分解してみます。するとどちらの塊にも x 足す y がくっついてきて共通因数としてまたくくり出せます。こういうの見つけられるとちょっと気持ちいいよね。前の括弧の中ではこことここが打ち消し合って答えはこれになります。このやり方は3乗の和の公式を知っていることが前提のいかにも高校数学っぽい解き方です。でもよく見るとこの問題実は中学で習うレベルのやり方だけでもいけそうな気がしてきました。ちょっと視点を変えて同じ式をもう一回いじってみます。まず与えられた式のうち1項目と3項目をセットにしてこれ、2項目と4項目をセットにしてこれの2つの塊に分けてみます。前の方からは x の2乗をくくるとこう、後の方からは y の2乗をくくるとこうなります。これとこれは同じなのでこの形が見えてきます。ここまで来るとまた x 足す y が共通因数になるのでそれをくくり出してさっきと同じ答えになります。同じ式でも立方の和の公式を使う方法とペアを作って共通因数をくくり出す方法とどちらも有力な解き方として成り立っているのが面白いところです。ただこの2番目の方法はいきなり思いつくとは限らないんだよね。どうすればこのまとめ方に気づきやすくなるか考えてみます。与えられた式の項の並べ方を少し変えてみます。 x の次数が高い順、いわゆる x に関する項べきの順に並び替えるとこの順番になります。こうしておくと x の2乗や y の2乗をくくり出せるっていうアイデアに気づきやすくなって因数分解の糸口もつかみやすくなります。項べきの順ってこういうアイデアを思いつきやすくしてくれるんだなってわかります。解き方を比べてみると思いつきやすさという意味では立方の和の公式を使う答案1の解き方の方が左から読んでいくだけで自然にたどり着きやすいです。必要な知識という意味では答案2の解き方は昔から知っているような道具だけでできるので新しく公式を覚えなくても大丈夫です。計算量も答案2の解法の方が展開や整理が少なくてちょっとだけお得です。どっちの解き方にもいいところと難しいところがあって一長一短なんだなってわかります。この問題自体は数学 1A を習っていればそこまで難問ってわけじゃないんだけど解き方を掘り下げて比べてみると式の並べ方とかどこに注目するかとかいろんな発見が出てきます。こういう風に答えが出た後に別の道を探してみるのも数学の楽しみ方の一つだと思います。また次の動画で会おうね。